や皆さんこんばんは。詳しいことは後で話すけど、最初にお知らせがあります。すでに色々聞きたいことがあるけど、まあいいでしょう、言ってみてください。うちの編集者がプロモッツというモッドを導入したんです。業界では相当有名なモッドですよ。そうです。それを導入した結果、マップにめっちゃくちゃ都市が増えた。とにかく道中で詳しく聞くわ。本日の出発地はスペインの南の端っこ、アルヘシラス。そして最終的に目指すのはウクライナ領で、今日はその第一歩としてまずはマドリードまで行きます。これは、なかなかの距離ですね。ゲーム内のマップもチラ見する？確かに多少、いやすごく細かくなった気がする。じゃつべこべ言わずにまずは出発と行こうか。今日は私ヘッポコ賽銭箱が運転を担当させていただきます。よほど賽銭箱にされたことを根に持っているな。だってまるで私がすごい主戦度みたいな感じがするでしょ。違いましたっけ？究極の主戦度です。そこら辺のと一緒にされては困るのです。当たらずしも遠からずなら、文句言わずに賽銭箱として生きてください。さて、ただいまの時刻は朝の6時前、これから夜明けを迎えるところです。さっきプラントみたいなところにいましたけど、本日の荷物は？本日の積み荷は灯油でござる。マドリードの皆さんをほっかほかにしてやりたいと思います。ちなみに最近の動画は、自動翻訳でスペイン語字幕にも対応してます。アクセスしてくる人なんているんですか？編集者の話だと、たまに外国の方が見に来てくれているらしい。へってその編集者どこ行った？今無人島でヤバいフラグが立っていて、生き延びるために必死こいてます。ということで生きていたならまた会うこともあるでしょう。なむー。じゃあ一つずつジモンと上島を解放していこうか。疑問とモヤモヤは解消してほしいが、ジモンさんと上島さんは解放しなくていいです。ダチョウのままでいいんですか？いいんです。ちなみにうちの編集者は、小さいダチョウに求愛されたことがあるらしいです。いないところでそんな悲しい思い出を晒すと叱られます。とりあえず、プロモッツ導入の経緯からご説明いただけませんかね？わかりました。何この BGM？ あれは、私が取りに行った時のこと。ちょっと待ってそんなにシリアスな話？いいえ全然。音楽変えてください。しょうがないですね。ミラノから走ってきて、フランスのナントに着いたわけですけど、そこからもう一つ別の街を経由して、パリに着いたんですよ。はい、撮影前のロケ班の話ですね。そうです。パリと言ったらもう世界有数の大都市ですし、見どころとかを事前に確認してから撮影しようとしてたんですよ。なるほどね。それでだ、そこの掃除機さん。ついに人が気にしてることを言ってしまったね君は。お互いに苦労しますないいからそれでパリに行ってどうしたって言うんですか？パリと聞いて、あなた何を思い浮かべますか？パリって言ったらエッフェル塔とかだと思いますけど。エッフェル塔だとあとは凱旋門あたりが真っ先に思い浮かびますけどね。ではパリにエッフェル塔がなかったらどうしますか？いやそれはちょっと困りますね。ということはまさか。そうです、そのまさかです。ノーモッドではエッフェル塔が拝めないという事実が判明したのです。しかもパリに来た感を味わえる場所が他にも見つからないという状況。そりゃまたヘビーな展開になりましたな。そういうモッドならプロモッツしかないんじゃないのか、と編集者。なるほど。そこで編集者は何やら英語のページをもにょもにょと読み始め。それはよく見かける光景ですね。こうしてめでたくプロモッツが導入されたのです。そして改めてパリを走ってみると、エッフェル塔が、なかったエッフェル塔はパリをリビルドする別のモッドだったのです。すみません。なんでしょうか？ものすごく格好悪いです。それについては編集者も重く受け止めているようでして、後からパリのリビルドモッドも導入し、さらに、もうプロモッツはこのまま抜かずに、と言ってます。全都市制覇を目指しているのに、都市を増やしてどうすんですか？まあ、それに関して言いますと、増えた街の中に、ウクライナ領があったわけですよ。なるほど。マップが大きく様変わりしたわけですが、目的地を決めてそこに向かって走っていくスタイルにしましょうと、闇雲に全都市制覇というよりは、小さな目標地点に石を置いて、走ってみましょうということになったわけです。それでアンケートですか？そうなんです。スペインの南から出発するならどこがいいか、候補はイギリス、北欧、イタリア、ウクライナ。皆さんの意見に委ねたところ、1位がウクライナでした。なんとなく皆さん気にしている場所ですよね。うちの編集者もかなり深刻に気にしてるみたいですよ。これからすごく長期にわたって支えていかないといけないって言ってます。どう支えていくのかについて、日々悩んでるみたいですよ。何しても叩かれる世の中ですからね。メンタルがミスリルだから大丈夫でしょう。ただいまマラガを通過中です。アンダルシア州のマラガ県だそうですよ。人口は57万人ぐらいらしく、スペインの人口ランキングでは、6位という微妙な位置についています。地中海に面したリゾート地で、ピカソが生まれた場所らしいです。ピカソって言うと泣く女の絵かな。そうですね。うちの編集者が時々あれの顔真似をしてくれます。それを言うとまた叱られると思うのですが、昔の彼氏に100年の恋も冷めると言わせしめたすごい顔なんですよ。絶対やっちゃいけない相手の前でやっちゃってるじゃんかよ。最近はカレー顔ってのがあるらしいですよ。見てるとカレーが食べたくなる顔だそうです。すいませんね、うちの編集者バカなんですよ。で、次の質問してもいいですかね。どうぞ。トラックのペイント、変わってません？よくぞお気づきになりましたね。このゲームでウクライナ支援 DLC が発売されまして、多くのユーザーが購入したようです。
うちもそれを購入してお色直しをしたというのがいきさつですが、所有している会社の全車両共通でウクライナカラーにペイントしました。内装のウクライナグッズは、Steam のワークショップで借りているものです。このエンブレムはウクライナのなんですかい？そうらしいですよ。かっこよすぎん。マグカップのロゴマークとか、普通にドラクエの盾かと思いました。盾に三叉層がモチーフらしいです。マジで盾なのか。三叉の槍って言うと、ポセイドンのイメージが強いですね。フォークみたいなやつですね。あれでナポリタンを食べる罰ゲームとかやってみてくれませんか？まず罰を受ける理由がないですし、ナポリタン以外の選択肢もください。それにイタリアにはナポリタンなんてないとイタリア人が言ってます。大掃除機よ。諦めてしまうとはもったいない。いやドラクエで死んだ時みたく言われてもやりませんよ。ではお互いに譲歩してペロンペロンチーノではいかが？それを言うならペペロンチーノでは、そんなかすかなエロを感じる料理はありませんよ。そんなこと言って、後悔しても知りませんよ。このアンダルシア州はモコミチオイルの名産地なのです。そろそろモコミチさんを例のオイルから解放しませんか？今時代は大悟さんの超初心者クッキングだそうですよ。計量しかできなくてトークの大半を料理の先生が担当していると噂の？奥さんのために頑張るイケメンを見るのが女性の嬉しみらしいです。なるほど。つまり大悟オイルと言ったらば、テレビの前の女性たちが手に握っている汗を指すのですか？誰がうまいことを言えと言いましたか？ウクライナの話からだいぶ脱線しましたが、ここはどこです？ただいまコルドバを通過中です。アンダルシア州コルドバ県の県都で、人口は33万人ぐらいです。スペインのアンダルシアって言うと、フラメンコのイメージが強いですね。おお確かにここは本場ですね。ガチでメンコをやってる人は、休みに短期メンコ留学とかしてますよね。変な略し方やめてもらえますか？あ、左手に見えるのがコルドバのスタジアムです。サッカーの試合によく使われているそうです。エスタディオヌエボアルカンヘルっていうスタジアムなんですが、アルカンヘルは大天使の意味だそうです。つまり直訳すると大天使スタジアムですか？その通りです。あえて日本っぽく言うならば、橋本環奈ちゃんスタジアム、1000人に1人しか入場できない。全員入れてやれよ。もっと日本っぽさを追求するなら、八百万の神スタジアム、ほとんど島根県全域を指します。せめて出雲ドームって言っておいてください。いいこと思いつきました。ポリポリ大根のアカウントをバレないように、ポリポリ島根に変える罰ゲームにチャレンジしてみてもらえますか？さっきから私に何の恨みがあって罰ゲームを進めてくるんですか？ポリポリ島根、面白くないですか？アイコンも島根県観光キャラの島根っ子に変えてあげたいですね。そしてチャンネルの上部にある画像は、爆走する市端電鉄とかどうですか？頭からお尻まで全部入りきりますよ。2行しかないんで。いやそれ誰が喜ぶんですかね？参院の皆さんじゃないですかね。動画の最初の挨拶も内緒で出雲弁に変えますから。万事まして運転手のお賽銭箱とナビの掃除機だよー。掃除機には触れないでいただけますかね？なんで掃除機なんでしょう？魔法使いの放棄だったんですが、現代風にと言ったらこれになった。世の中権利関係は色々ございますからね。まさか障害お賽銭箱じゃないだろうな。私だって障害掃除機は嫌ですよ。今情報が入りまして、お賽銭箱と掃除機以外にも選べる候補があるらしいです。まず私用は、お稲荷さんの狐、狛犬、しめ縄、どれも微妙です。そして掃除機さんが選べる候補は、ルンバの猫の背、ヘビ。最後のヘビが意味不明すぎる。そして実質掃除機かルンバしかない。あとは雑巾とかになるそうです。ヒドス、ワロス。ご質問は以上でよろしかったでしょうか？いやまだありますよ。なんで棒読みなの？なるほど、いい質問ですね。ゆっくりまんじゅうの名を返上したいほどに早口で喋らされていますしね。速度が通常の 15% 増しぐらいになってるわけですよ。これは私の推測になりますが、編集がきっついからでしょうね。やはりそれだけですか。手元で長期間コネコネしても、特段クオリティが上がるわけではないという悲しい事情もございます。たまに私はダメなやつだと頭を抱えているあれですか。今更そんなことわざわざ言葉にしなくても、みんなわかってるのにね。先日6時間編集してた動画を自らボツにしてましたよ。せめて最初の1時間で気づけよって感じでした。この動画も最後までどうなるかわからないですよ。アップされたら寝落ちようとなってて、チル系 BGM がついていたりして。いやこの景色はあまりチルじゃないですけどね。気が少ないですよね。スペインってそういう気候なの？しかしこれは私の推測ですが、この地下には巨大な都市が作られており、そこにはジャングルが。運転中の妄想やめていただけますか？趣味でカビを集める少女が山犬に育てられていて、空飛ぶ豚に40秒で支度をしろと言われる。そしてオムライスとの激戦に打ち勝つと、天空の城へ呼ばれて向かうのです。さっきから何の話をしてます？私の自作小説、転生したら鹿だったナウについて話してました。サブタイトルは、ナウシカはチートでピカチュウになって無双する。ちなみにラスボスはオーキド博士です。世界観がカオスすぎてむしろ早く読みたいです。ナウという名前の鹿が、途中でピカチュウになるんですか？最終形態はピカチュウではない可能性もありますけどね。旅の道中で喋ることがなくなったら、新たな物語を紡いでいきましょう。ちなみに今言ってたあらすじはちゃんと記憶してます？もちろん、40秒で忘れましたのでまた作り直しです。ただいまデスペニャペロス自然公園の付近を通過中です。ペロスです。ヒロシですみたいに言わないでください。続きないんかい。何も考えてなかったよー。そういえば以前コメント欄に質問が来てましたよ。お、そうですか？確か、何のモッド入れてるの？
っていう内容だったと思います。こんなヘッポコドライバーが質問をいただけるなんて、ありがたいことですね。むしろおすすめのモッドを教えていただきたいぐらいなんですけどね。その通りですね。しかしながら、せっかくですからお答えしてみますか。そうしましょう。まずは、リトルミラー。これはサイドミラーのモニターを小さくするモッドですね。今右上の隅に出ているちっちゃいのがそれです。デフォルトのままだとすごく大きくて邪魔なので、このモッドを入れています。右側に視線を移動させて、物理的に右のサイドミラーを見るという手もあるんですが、視聴時に全然意図してないところで画面が右に触れるのは気持ちが悪い。それじゃなくてもリアル無面で運転下手なのにっていう理由から、こちらのモッドが手放せない今日この頃です。では次行きましょう。はい、お次は、ノーキャメラビューファインダー。これもデフォルトのままだと邪魔っていう理由のモッドですね。ゲーム内のスクリーンショット機能で中心にバッテンなどが出るのですが、それを消してくれるモッドです。カメラ系もう1個ありましたよね。はい、ではお次もカメラ系です。エクステンデッドキャメラレンジインフォトスタジオ。ゲーム内のスクリーンショット画面では、デフォルトだと表示できる範囲が限定されていまして、思い切り引いた景色など、トラックから離れた場所の撮影ができないのですが、それをこのモッドが可能にしてくれます。思い出の写真を自分の好きなように撮りたいという願望を、このモッドが叶えてくれているというわけです。また別の動画でこの他のモッドについても触れていきたいと思います。おすすめのモッドがありましたら、ぜひ教えてください。オンラインやらないのという質問も過去にあった気がしますね。うちの編集者がもにょもにょと英語のページを読んでいた時に、それもついでに登録したらしいんですよ。ところがあの世界に入ってしまうと、モッドが無効になるらしいんです。バカでかいミラーに使いにくいカメラみたいな感じですか。そうだったらしいです。わざわざ世界にヘタレ具合を晒す必要もないですしね。一番はそこでしょうね。気のせいか街っぽくないですか？そうですね。おそらくもうマドリード県内には入ってまして、この辺りはピントという街じゃないかと思いますよ。Google マップ大先生が言うには、この辺りにマックがあるらしいのですが、このゲームには心からマクドナルドの実装を期待しております。そして毎回初期テロを起こしてやりたいのです。さあ、マドリード、スペインの首都でございます。人口は317万人ぐらいだそうです。マドリードにちなんだ話でもしましょうか。べらぼうに強いサッカーチームがありませんでしたっけ？リアルマドレーヌでしたっけ？それを言うならレアルマドリードだと思うんですけど、リアルマドレーヌだと実はマドレーヌになっちゃいます。実はマドレーヌってことは、仮の姿は差し詰めフィナンシェですか？いやサッカーチームの話をしているんですけど、サッカー詳しかったんでしたっけ？話振っといて大変申し訳ないんですが、実は全然詳しくないです。ではキャプテン翼の方はいかがですか？それ微妙ですね。なんか双子がいた記憶は。立花兄弟ですね。正雄と和夫、売れる寸前の漫才コンビみたいくない？青空照夫春夫、海原康代智子、立花正夫和夫。全く違和感がないですね。M1 グランプリ取れそうですよ。必殺技の名前がスカイラブハリケーンなんだけど、こっちの名前だとキングオブコントで優勝できそうな気がします。どっちみちサッカーじゃなくてお笑いなんですね。お二人には申し訳ないですが、そういうことになりますね。キャプテン翼の登場人物だけでお笑いコンビを結成するとしたら、誰と誰の組み合わせでなんていうコンビ名にするか、考えておいてください。それを私の自作小説、転生したらソーナンスだった石崎、ニャースは友達、に登場させようと思います。あなた一体何本アホな小説を書くつもりですか？立場的にニャースは友達かもしれないが、確か石崎くんのお友達はボールだった気がします。あれだけ足毛にしていながら友達って言われても、サッカーボールの心境は複雑でしょう。さあマドリード中心部に入ってまいりました。最後にもう一つだけ質問よろしいですか？どうぞどうぞ。まさか毎回この調子でベッラベラ喋るんですかね？話すことがあれば喋るんじゃないですかね。すでに今日だけで自作小説の案が2本も飛び出していますしね。目指せ、コミカライズ&アニメ化。やめてください、すでにアニメになっていますから。1本目なんでしたっけ？転生したら風の谷でナウナシカだっけ？もう忘れちゃってるじゃないですか。そんなわけで今回はこの辺りで一旦解散といたしましょう。もしこの動画を楽しんでいただけましたら、そこら辺についてるボタンなどをポチッと押していただけますと幸いです。すごいアバウト。道中に喋るお題も募集しております。ご視聴ありがとうございました。お賽銭箱と掃除機がお送りしました。